今日は2026年4月26日。今回は京都で開催されたツーリングフェスに行く様子をお届けしようと思います。視聴者の皆さんおはようございます。エリックです。今日はですね、大阪から奈良の方に向かってます。行き先は京都の山添村っていうところになります。何があるかというと、ツーリングフェスっていうモトグラムヒロさんが主催でやってるバイクのイベントがあるので、それに参加しようと思ってます。ツーリングフェス、去年雨で中止になっちゃったんですよね。しかも土砂降りとかじゃなくて、雨予報だったけど本当は開催できたやんっていうパターンの降り方、降ってなかったんかな結局で、なんかヒロさん現地でいるって言ってたんで、 SR フェスのスタッフみんなで遊びに行ったんですよ。違うか、現地で集まったんだ。各自ね現地行ってで集まって、でその後みんなで月ヶ瀬に走りに行ったんですね。昼飯食べて、でちょうどその夜昨年の SR フェスのミーティングがあったんで打ち合わせに行ったっすね。で SR フェスも微妙に雨っていうね。今年もねツーリングフェス午後ちょっと天気崩れるっぽいんですけど、今のとこねめちゃくちゃ爽やかな天気なんで、せめて夕方まで持ってくれればねいいなと思うんですけど、一応雨雲持ってきました。雨雲持ってきたんでね、最悪雨降ったら濡れて帰りゃいいやっていう感じです。めちゃくちゃ爽やかですね。いやー、よいよい。この川は石川ですね。石川から大和川につながって大阪湾に流れてる川です。いやー、爽やかでいいですね。自分が住んでるとこはこんな感じですね。本当にのどかです。で今日午後からね天気が崩れるみたいなんで、来るなら午前中で集中すると思うんですよね。入るのに結構時間かかりそうだなっていうのはありますね。一応到着をねオープンから30分ずらして遅めに入ろうと思ってるんですけど、それでもどうかなって感じですね。でもこの気温だと全然待ってもねしんどくはないんで、いいかなって感じはします。走る分にはめちゃくちゃ爽やかないい天気です。いやー、春を感じますね。本当に太子町に入りました。太子町ね、太子温泉ってあるんですよ。そこの左上の方に、そこにバイク神社があるんで知ってる人結構いると思うんですけど、ちょっと前ねナイトミーティングを開催しようとしてちょっと思った以上に集まっちゃってなかなか大変だったみたいで、それでちょっと一時期バイク神社の在り方というか運営方針検討して、再度今月の18日かなまたオープンしたんですよね。帰りちょっと寄れたら寄ろうかなと思ってるんですけど、そうやっぱりね場所を提供してくれる人たちがいてこそねバイク乗りは遊べるんで、やっぱり大事にしないといけないですよね。空ぶかしをしないとか、人がいるなら徐行するとか、ものすごい当たり前のことなんだけど、なぜかイベントになるとできない人がいるんで、大体遊び場ってほぼほぼ借り物なんで、黙認されてるっていう部分もあり、大正温泉みたいにこうバイク神社って感じで打ち出してね貸してくれてる場所もあり、少なからず場所を維持するのってお金かかってるんで、そういうのもねちゃんと考えていかないとね。マーブルビーチも厳しくなりましたしね、どんどん居場所がなくなっていっちゃうんじゃないかなと思います。大正温泉ね、ちょうど交差点の左奥の方に山手ぐるっと巻いていくとねあるんですけど、なかなか風情のあるいい温泉です。前はね結構年配の方がね受付にいらっしゃって、ありていに言うと古い温泉だったんですけど、一時期お休みして、リニューアルして、で今の形態になった感じかな。なんかレストランとかも入ってて卵かけご飯とかいろんなお店が入ってて、昨日はなんかたこ焼き屋さんとか出てたんかな。そう軽食あるといいなと思ってたんですよね。せっかく場所あるなら帰りちょっと様子見てみようかな。今からは竹内峠を越えます。奈良方面行くときは下道で行くと絶対ここ通るんで、ちょいちょいよく出てくる峠道ですね。大阪の登山で言うと結構名前出てくる金剛山とか二条山とかねあるんですけど、二条山の登山口がありますね。竹の内峠の頂上らへんにファンが回りだした全く飛ばしてないですからねこれ。竹の内峠頂上に来ました。奈良県に入ります。レンズが少し曇ってきてしまいましたが、しばらくしたら戻ると思います。すいません。やっぱり春は新緑の
ね、緑というか黄緑が混ざってて鮮やかですよね、色が。この景色はやっぱ春だけの景色ですよね。竹之内街道の古い街並みの中をゆっくり下っていきます。古い家屋が並んでて風情がありますよね。こう土壁の家はね、見てると本当にいいですよね。ここら辺は土地勘もあるので裏道を抜けていこうと思います。奈良は本当に高い建物がないですね。めちゃくちゃ爽やか、良い天気です。天気ね、崩れなければめちゃくちゃ良かったんですけど、先日のね、渚ナイトでも割と現地雨ですって言ってたけど全く降ってなかったんで、ワンチャンあり得るのかな、降らないパターンね。運営の人たちにとってはそうであればありがたいですよね。雨降るとね、もうなんせ後片付けが大変だからな。バイクだとよく通る裏道なんですが、車だとちょっと狭いんですよね。ここからね、山田高田バイパスかで、いつもの長谷寺ルートで針まで抜けていこうと思ってます。ビュエルマジで高速走行めちゃくちゃ楽だな。風は置いといて先日のね淡路島の動画だと日本の土地のスタートをお届けしたんですけど、日本のね国としての形ができたのはこの右の橿原ですね。神武天皇の頃からスタートしてます。いつもねビュエル乗るときってジェットヘルのかぶってるんで高速しんどいんですけど、フルフェイスだともう全く問題ないですね。風はどうしても受けるんで、そこでちょっと長距離は疲れそうだなっていう感じはします。でもね結局この沿道でいつも渋滞するんで一緒なんですよね、飛ばしても今めっちゃマシっすよこれ。この10倍以上は混むんで、いやもう大変です。ビュエルは本当に軽やかに加速してくれますね。楽しいです。信号出てるよ初見だとね分かりづらいからね。前ね藤原京の前そう通ったらね、この右の木の陰でネズミ捕りの測る人がね隠れてましたね。大阪向きに向けてネズミ捕りやってて、こんなとこで捕まる人いんのかなと思いつつ、でもバイクだとちょっとひねったらねスピード違反になっちゃうから、バイク狙いだったんかな。車だととてもこんなとこでスピード出せない、出す人がいるってことかな、分かんないけど、やってたんですよ。めっちゃびっくりした。いやーほんとビュエルさんはね、こうまったりまったり走るのが苦手ピックアップがねめちゃくちゃいいんですよ。一発一発でかいし、どうしてもね表道路混んじゃうんで裏の道を通っていきたいと思ってます。少しワープしまして長谷寺の参道正面までやってきました。今日はね参道じゃなくて横から長谷寺の参道に入ります。長谷寺はちょうど春のボタンの時期だったようで、朝からたくさんの参拝客の方が歩いていましたね。いやー新緑が綺麗ですね。長谷寺は年に何回か見頃を迎えますが、春のボタンも有名ですよね。長谷寺は花のお寺なんで季節ごとにねいろんな花が見れるんで、今何のシーズン、ツツジかな、ツツジかボタンか。いつもの裏道を通ってハリテラスまでワインディングを楽しもうと思います。風呂箱のダムですね。ここからはワインディングなんでちょっと楽しんでいきたいと思います。ほどほどにね。マホロ箱あたりからは少し標高が上がるので気温が少し下がる気がしますね。水もだいぶ増えてきましたね。植物の様子見るに満水近いのかな、こんな感じはしますね。でもしここ来る人いたらここのコーナーね途中で段差あるんですっぽ抜けるから気をつけてください。よいしょ。
なんかこう速く走りたいというよりは気持ちよく走りたい感じなんで、そんなに飛ばすことはあまりないですね。超広角モードなので結構速く見えると思いますが、実際そこまでは出てないです。本当にこの道は気持ちいいですね。表がね混んでてもまあまあ混むことはないし、本当にね地元の人しか通らないんで気持ちよく走れるんですよね。でね、この右に流れてる川が一応さっき言ってた石川が流れ込む川、大和川の源流ですね。大和川と淀川っていうこう二大河川でめちゃくちゃ有名なんですけど、大和川どこまで来てんだっていうのを知らない人は多いんですけど、実はここの右の川が大和川の源流なんですね。もうだいぶ細いですけどね。いや割となんかこの道走るだけで満足しちゃうな。もう満足してね、針でなんか食べて帰ろうかぐらいでもいいかなってなっちゃう針はどうしようかな。針テラス寄るかどうか悩みますね。いやー爽やか、本当にいい天気。できれば雨降らないでくれ。まあ早いってもね、どうせ入り口で並んでると思うんで針寄りますかね。朝ごはん食べてないから朝ごはん食べてから行こうかな。ハリテラスのそばまで走ってきました。さすがにまだ時間が早いので混雑はしてませんね。バイクもちらほら見かけますが、そこまでたくさんいる感じではないですね。さてさて、今日の針はどんな感じでしょうかでけえラフターでけえ、前見えねえよ。休日にしては少ないとはいえ、やはりそれなりにバイクは集まってますね。あ、この時点でいっぱいなんや、すげえな。おーすごいねすごい台数じゃねえ。休憩したいだけなんだよな。今回はそんなに長居するつもりはないので、すぐ出れるところに止めたいんですよね。どうぞ。休日の午後あたりになるとさらにバイクが増えるので、本当に止める場所がなくなります。お店には入らずにファミマでお手軽に朝食を済ませました。安定の美味しさですね。ハリテラスは混んでる時には出るのにも結構時間がかかったりするので、混み具合を見てスルーする時も多々ありますね。すぐそばにセブンイレブンもあるので、ちょっと泊まるだけならそっちの方がおすすめかもしれません。さて少し休憩しましたので、いざツーリングフェス会場がある山添村に向かいます。針のジャンクションを名古屋方面に向かいます。この後合流時にまっすぐの集団にぶつかるんですが、隊列を崩したくないからか先行のセブンが合流するところを加速して蓋しちゃってましたね。合流する車がいるときはできればスペースを空けてあげる余裕を持ちたいところですよね。小ハリテラスに寄ってきました。手振りかっけー、うるせえでもやっぱりね追い越し車線渋滞するんよね。不思議よね。フリーは小倉で降りていたんで、多分名阪スポーツランドに行くんでしょうね。しばらく名阪国道を走って山城の方にですねいます。ハリテラス相変わらずすごい人でしたね。バイクの数もやっぱり半端ないです。あと到着まで15分、案外近いですね。1年越しなんでね楽しみですね。っていうかツーリングフェスの規模がやばいです。モトクラムヒロさんが初めて個人でやってるイベントではあるので、それ考えると規模やばいっすよね。なるほどね。前はもう一個向こうから回ろうかなやばいっすね。会場が山沿いインターチェンジ降りてすぐなので予想はしてたんですけどね。
500m 看板から路肩に待機列ができてる感じですね。そもそも山添村に出る、これは間違いなくツーリングフェスに行く人たちだろうから、それ考えるとやばいですね。でも北から1個はビークスは赤くなってないけど、ビークスがそもそもない可能性があるな。やっぱりね、午後が雨ってことでみんな多分ね午前中に集中したと思うんですよ間違いない。午前中のうちに行っちゃおうって思って、で雨を避けて帰るみたいな、それだったらいけるわって自分も同じ考えです。はい一つ先のさつき橋インターにて名阪国道を降ります。かなり遠回りにはなってしまいますが、クールエンジンにはこちらの方が優しいので、予想してたこととはいえなかなかですね。正直なところ、もしこの道も途中から混んでたら予定変更して適当にツーリングして帰るつもりでした。いやー綺麗ですね、水がね。この道は途中でかなり狭く、路面も荒れていて落ち葉が積もっている区間があります。思った以上にやばいな。で早めに出ないと多分また出口も渋滞する感じですね、これはね。多分急いでもしゃあないんでね、どうせ入り口で渋滞するから。さあ入れるんでしょうか。やっぱ渋滞してるな。当たり前ですね。わかんなこれ。大排気量のクールエンジンは渋滞になると油温がかなり気になります。分かってたけど入り口渋滞ですねね、北側入れてあげんと多分名阪国道が渋滞しちゃうからな。先は長そうだ。バッテリーが上がるのも怖いですが、油温が130度超えてくるとオイルが一気に劣化しちゃうので、空冷はこういうところで結構気を使いますね。ビュエル XB は一応ファンがついてはいるので、その点多少マシなのかもしれません。旧車は辛いよな。シャベルの方が U ターンして帰っていかれました。今日はね覚悟してきたんでしゃあないですね。いやでも早めに出るのは正解かもな。多分天気がちょっと怪しいなってなったらみんな一斉に出始めるからってなると出れないだろうな。行くすごい全然来るやん。でもトラッドスタイルミーティングとかよりは全然入場早いですね。あの時は事前徴収だったんで進化していってるんだな。駐車場の手前 250m ぐらいは下り坂だったのでエンジンオフにできて助かりました。多少重さはあるけどビュエルは押し歩きも楽でいいですね。現在11時30分、会場から1時間半でほぼ駐車場は満車になっていますね。車の人が待たされているので、思ったより車で来る人が多かったのかなという印象があります。乾燥していたからか、ここの地面がかなり滑りやすくてちょっと怖かったです。足先がずるって滑って焦りました。バイクは場所が空き次第すぐにそこを埋めていく感じで誘導してくれました。わかりました。はい。本当に隙間なくバイクが並んでいますね。この光景だけでも圧巻です。駐車場を見るだけでも楽しそうな感じはしますよね。日吉で開催した時は車種別でまとめて止めたりもしてたけど、そんな余裕はないでしょうね。こういう時に切れかくないのが辛いです。ひとまずオーバーヒートすることもなく無事に会場に到着できて一安心です。いやー、すごい台数ですね。駐車場はかなりのキャパシティがありそうですが、一面埋まっています。それでは早速イベント会場に遊びに行こうと思います。実は友人のキンキンさんも雑貨の販売で出店されているんですよね。会場内の配置は調べてはいませんが、歩いてればそのうち見つかるでしょう、多分。会場にはインディアンやハーレーなどのディーラーさんやカスタムショップなどが多数出店しています。ちらほらと名前を見たことのあるショップも出店していたり、本当に見どころがたくさんありました。バイクパーツやバイク関係の雑貨、ベア、アクセサリーなどのショップもあります。キンキンさんの出店ブースをやっと発見しました。ち
シャンクラフトという屋号で T シャツやレザークラフト製品を販売されています。また YouTube チャンネルでも動画配信されてますので、ぜひニコ欄からご覧ください。ちょっとお腹が空いたのでフードコーナーで何か食べようかと思います。選んだのは前日の淡路島2では食べなかった淡路島バーガーの島甘バーガーです。あの時はオニオンキッチンに行ったので、ここで食べれるならちょうどいいと思って選びました。とても美味しかったんですが、露店出店だからか少し小さめでしたね。多分お店で食べるクオリティとは違うと思うので、またちゃんとお店で食べたいと思います。食後は再び会場内をうろうろと歩いていました。個人的にはロイヤルエンフィールドのヒマラヤの実車を見れるのがありがたかったです。ツーリング先で林道を走るにもちょうど良さそうなんですよね。できれば試乗したいところです。13時前に駐車場に戻りましたが、来た時と違ってだいぶまばらな感じになっていました。予想通り天候が崩れるのを避けてみんな早めに撤収してるみたいですね。自分も同じく撤収の列に並んでしまうと思います。15分ほど退場列に並んで無事脱出することができました。スタッフの皆さんもお疲れ様でした。出てきた。あ、いけます。あります。入場退場で待ち時間があったとはいえ、ある程度はどうしようもない部分もあると思いますし、これもまたイベントの雰囲気を楽しむための一つの要素なのではないでしょうか。今回はぼっち参加だったので手持ち無沙汰ではありましたが、友人と来てたらまた違うと思います。総評としては内容も大変充実していて、とても楽しいイベントだったと思います。いやー、人手がやばかったっすね。本当にイベントの規模も多ければ来る人も多いっていう、すごいっすね。あの規模のイベントはなかなか企業でもできるレベルじゃないっすよ。林間祭りより下手したら来てんのかな。少なくとも二林間祭りと同等の規模ですよね。少なく見積もってあの規模を回すのは大変だな。あれはもう片手間にやるレベルじゃないですね。もう仕事ですね。専業でインフルエンサーやってないとあれはできないわ。スタッフ人数足りてんのかな。あれでもっといてもいいぐらい。よし、のんびり帰りましょう。ちょっとね、本当だったらどっか行こうかなってなるんですけど、残念ながらここから雨降るんでね、帰ってお仕事します。名阪国道に乗って往路と同じ道を逆にたどって帰宅しようと思います。ちょっと曇ってきましたね。ストリングフェスのイベント、本当に台数も規模もやばいですよね。ちょっとね、入るときに名阪国道のね、出口まで渋滞伸びちゃってたから、あれがちょっと怖いなっていうのはあるけど、あとできることっつったら、もうなんか事情がない限りは4輪はやめてくださいで2輪専用にするとかにするとね、多分キャパがだいぶ開くんで、もっと余裕ができると思うんですけど、まあ来年の課題でしょうね。あれだけ集まるっていうのがまた分かってしまったんで、まあ多分ね、昨年の雨で中止になった分が反動来てると思うんですよ。雨で行けなかったっていう分が今年はまあ行ってやろうと。なかなかね、イベントは本当難しいっす。マジで難しいっす。あんだけの規模のイベントやるの本当大変だから、マジで尊敬するよ、本当によく取りまとめてると思いますもん。でもね、イベントやっぱ楽しいっすよね。特別感があってね、気温のねちょうどいい日にやってくれて本当ありがたい。お手洗いに行きたいのでハリテラスに寄ろうかと思ったんですが、激混みですね。激混みのハリテラスは止める場所を探さないといけないし、出るのも時間かかるんですよね。ゆっくり帰ろう。やっぱ休日来るもんじゃないな。ツリーフェスの帰りに多分みんな寄ってるんだろうけど、めちゃくちゃ混んでる。お手洗いと草餅は諦めてお気に入りのワインディングを通って帰ります。ここはまだ全然大丈夫ですが、前方遠くの空がちょっと怪しいかなって感じですね。もういつ降ってもおかしくないって感じの空模様ですね。
ちょっと最後にバイク神社だけちょろっと寄って帰ろうと思います。このフルーツロードってとこを左に曲がりまして、地元の人の車が左手から降りてくることがあるので気をつけてください。大志温泉に到着しました。バイク神社は手前のトリコロールの建物になります。鋭角に U ターンする形になるのでゆっくり進入した方がいいですね。場内は空っかしと厳禁になっているので癖になっている人は気をつけてくださいね。大志温泉バイク神社大阪に到着しました。屋外と屋内に自由に使える休憩スペースがあります。屋内の方はゆっくりくつろげるスペースもあってオーナーさんのホスピタリティを感じます。いろいろと懐かしいアイテムが並んでいてどこかおもちゃ箱のような印象を受けますね。お守りやステッカーなどはガチャガチャにて販売されています。某カフェオーナーが所有のコルサ刀やモンキーなどのバイクも展示されています。ぜひ一度訪れてみてください。この動画はそろそろおしまいになります。いかがでしたでしょうか。もしよろしければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。